こんにちは。今回は最近大流行中のアシックスのおすすめスニーカー5選を紹介するよ。最近のアシックスの人気はすごいんだぜ。こないだ原宿の店舗に行った時に、外国人のお客さんもたくさんいてびっくりしたんだぜ。最近はアジアを超えてアメリカやヨーロッパでも大人気みたいだからね。実は、アシックス全体の売り上げの 80% は海外から来ているらしいよ。80% も？今となっては、日本を代表するスニーカーと言っても過言じゃないぜ。そうだな。ブルガリアのデザイナー、キココスタジノフともコラボしたりと勢いに乗っているよね。ということで今回はアシックスの歴史やアシックスが誇るゲルテクノロジーについても解説しながらおすすめモデルを紹介するよ。それじゃ、ゆっくりしていってね。最初にアシックスの歴史について簡単に解説するぜ。アシックスは1949年に、日本のスポーツ用具メーカーとして鬼塚喜八郎氏が鬼塚商会を設立したのが始まりなんだぜ。アシックスの別ラインの鬼塚タイガーの名前も創業者の鬼塚さんから来ていたんだね。そうだな。当時は日本ではほとんど手に入らなかったスポーツシューズを独自に開発していたそうだ。確かにアシックスといえば体育の授業で履く靴っていうイメージを持っている人も少なくないだろうね。ところで、アシックスって名前はどこから来たの？健全な身体に健全な精神が宿る、という意味のラテン語のアニマサナインコーポアーサノの頭文字から来てるんだぜ。なるほど、ブランドの哲学が名前に込められているんだね。その後、ランニングシューズをはじめとする様々なスポーツ用品を開発し、世界的なブランドへと成長したんだぜ。特に、1980年代に登場したゲルテクノロジーは長い間世界的な評価を受けているんだぜ。ゲルって一体どういう意味なの？名前からして、ゼリーみたいな感じ？その通りだぜ。ゲルは、クッション性を高めるためにアシックスが独自に開発した特殊なゲル素材で、いろんなスニーカーに使われているんだ。ゲルがあるとどんないいことがあるの？一番は高い衝撃吸収性能だな。かかとに入っているゲルは歩く時の疲労を軽くしてくれるぜ。しかも、軽くて動きやすい上に耐久性が高いといういいとこ尽くしのテクノロジーなんだぜ。日本の技術力の高さを感じるね。こんなにすごいテクノロジーが使われているアシックスのスニーカーが欲しくなってきたよ。それではいよいよ本題のおすすめスニーカー紹介に移っていくぜ。最初に紹介するのは GT2160 だぜ。定価は税込み16,500円だぜ。ザ・アシックスのスニーカーっていう感じのデザインだね。価格も手に取りやすくていいね。そうだな。比較的手が届きやすい価格設定もアシックスの魅力だな。GT2160 は、アシックスの GT シリーズの最新モデルで、2023年に発売されたんだぜ。過去のモデルからインスパイアされたクラシックなデザインながらアッパー部分には最新の素材を使用していて、柔軟性と通気性が向上しているんだぜ。見た目がかっこいい上にこれなら長時間履いても足が疲れなくて快適そうだね。ファッションとして使えるデザインと履きやすさを両立しているアシックスの良さを体現したモデルとも言えるな。カラーバリエーションも豊富で悩んじゃうわね。最初はオールブラックのモデルがおすすめだけど、人気すぎて公式オンラインストアでは売り切れちゃっているな。私は12月20日に発売予定のアトモスとのコラボモデルが気になるわ。黒のボディにシルバーが生えててかっこいいよな。モードに合わせたらめちゃめちゃかっこよくなりそうなんだぜ。最近人気のサロモンのカラーリングに近いものを感じるわ。確かにな。黒とシルバーのシンプルな配色だからいろんなコーデに合わせられそうだぜ。抽選の受付は開始しているから、気になった人は今すぐチェックするのをおすすめするよ。店舗とオンラインでの販売は争奪戦になりそうだから抽選は申し込んでおきたいな。次に紹介するのは、ゲルカヤの14だぜ。定価は19,800円だ。聞いたことあるような気がするわ。アシックストレンドの火付け役にもなったモデルだから名前は聞いたことある人も少なくないと思うぜ。ゲルカヤの14のデザインは、オリジナルのクラシックな見た目を現代風にアレンジしていて、洗練されているぜ。さっき話してた GEL テクノロジーがデザイン的にもいいアクセントになってるね。かかとと前足部分にしっかりゲルが配置されていて、着地した時の衝撃をしっかり吸収してくれるんだぜ。機能的にもデザイン的にもゲルテクノロジーは優秀ね。韓国のブランドとコラボしたり、韓国限定モデルが発売されたりと韓国での人気が高い印象のあるモデルだな。確かにボリューム感のある見た目が韓国っぽいファッションと相性良さそうだね。韓国系のファッションが好みの人にもぜひチェックしてほしいモデルだな。次に紹介するのは、ジャパンプロだぜ。定価は税込み14,300だ。今までの2つのモデルとは違ってスッキリとしたローテクっぽいデザインだね。
そうだな。ジャパンプロはスケボー仕様のモデルだからミニマムなデザインが際立つな。アシックスというよりもオニツカタイガーっぽいと思った人もいるかもしれないな。このモデルにもゲルは使われているの？ゲルは使われていないけど、ミッドソールには軽量で高反発の FLYTEFOAM が使われていたり、アウトソールには、耐久性とグリップ力に優れたアシックス独自のラバー素材が使われていたりとミニマムなデザインの中で工夫が凝らされているぜ。さすがはアシックスね。名前にジャパンって入っているのは、日本の職人技術が関係しているの？そうだぜ。このモデルは日本国内で開発されていて、高い精度と品質が特徴なんだぜ。アッパーのスウェードが上品さを演出しているね。最近人気のプーマのスピードキャットと似たようなクラシックさを持っているから、人と被りたくない人にもおすすめだぜ。ちなみに、ジャパンプロの元になったバスケットボールシューズはスラムダンクの三井が履いていたモデルらしいぞ。アシックスが、履きたいです。続いて紹介するのはゲル VICKKSLIPON だ。定価は税込みで1450円で今日紹介するシューズの中で一番お手頃だぜ。これまた一段とシンプルでスッキリとしたデザインのモデルね。あまり知られていないモデルだと思うし、私も最近知ったばかりだぜ。これもジャパンプロと同じでゲルは使われていないの？実はな、こんなにミニマムな見た目なのにかかとにはしっかりとゲルが入っているんだぜ。パッと見ではそんなテクノロジーが使われているようには見えないわ。それもそうだな。このモデルもスケボー仕様のシューズで歩く時の安定感は間違いないぜ。何よりも、脱ぎ履きが簡単なスリッポンだからちょっとした外出でも履けて一足あると出番が多そうだな。スリッポンといえばバンズのイメージだったけど、アシックスも出してたのね。バンズのスリッポンとの違いは、アッパーがスウェードなこととプの部分の切り返しのデザインだろうな。ほんとだ。つま先の部分だけ光沢があるね。この切り返しをワンポイントのアクセントとして取り入れられたらスタイリングの質が上がること間違いなしだぜ。色は黒しかないの？オンラインショップでは黒しか見つけられなかったが一部セレクトショップやフリマサイトではネイビーもあったぜ。公式のオンラインショップだとサイズ掛けしているから、気になった方は店舗に行くかセレクトショップや二次流通で探してみてください。最後のモデルはどんなスニーカーなの？最後に紹介するのは今月12月6日に発売されたばかりのゲル KINETIC フルーエントだ。定価は税込み22000円だ。今度はゲルがしっかり見えるハイテクなモデルだね。そうだな。見ての通りかかとの部分にゲルがしっかりと使われているな。しかもただのゲルじゃなくて、このシューズにハゲるテクノロジーの新たな進化版が搭載されているんだぜ。進化版？どんな風に進化したの？従来のゲルよりも軽量化されつつ、衝撃吸収性能がさらに向上していて、特にヒール部分の強化されたクッション性が着地の衝撃を効率よく分散してくれるんだぜ。アッパーにはエンジニアードメッシュが使われていて、足全体を包み込むようなフィット感を提供してくれるぞ。そして通気性も抜群だから、長時間履いていても蒸れにくいんだぜ。それはありがたいな。デザインも大事だけど普段履きするスニーカーは快適さも大事だもんね。色は今のところ2色展開されていて、個人的なおすすめは黒だぜ。ソールの部分のピンクが派手でコーデを選びそうじゃない？確かに特にメンズだとピンクに抵抗がある人もいるかもしれないが、これくらいのワンポイントだったらおしゃれに履けると思うぜ。コートやダウンで重めの雰囲気になりがちな秋冬のスタイリングに差し色のピンクとしてうまく取り入れられたらコーディネートのランクが一つ上がると思うんだぜ。確かにトップスやボトムスを暗めの色にすれば、うまくコーデに取り入れられそうな気がするわ。発売されて間もないモデルなのにオンラインショップだとサイズ掛けが始まってるから、気になった人は早めのチェックをおすすめするぜ。アシックスのおすすめモデルだけじゃなくて歴史やテクノロジーのことも知れて勉強になったわ。それは良かったぜ。最後にこの動画を見ている学生の方に一つ教えておきたいことがあるんだ。何？実はアシックスは学割をしていてオンラインサイトで対象商品を 10% オフで購入することができるんだ。10% も？なかなかスニーカーにまでお金を回せない学生にとっては嬉しい割引だね。そうだな。この動画の投稿時点では今日紹介したモデルは全部学割の対象になっていたからぜひ活用してほしいんだぜ。部活とかで使う運動用のスニーカーを買う時にも使えそうだね。学生だけじゃなくて教職員の方向けにも割引を行っているのでぜひチェックしてほしいんだぜ。アシックスの教育に対する熱心な姿勢が現れているわね。ということで今回は最近大流行中のアシックスのおすすめモデル5選を紹介しました。一つでも気になるモデルがあったら幸いだぜ。
次回は鬼塚タイガーのおすすめモデル5選を紹介する予定です。少しでも動画が参考になったら、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。これからもファッションに関することをゆるく発信していくのでリクエストがあれば気軽にコメントしてください。それではご視聴ありがとうございました。